じゃあフランカーの総合的な精神状態の検査には俺も同行するから。はい。そんなに緊張することはないさ。今回の検査はしっかり寝るだけでいいんだ。眠るですか？以前の検査では椅子に縛り付けられて360度回転させられるっていう地獄みたいなテストを受けたはずですが。かなり苦情が寄せられたらしくてさ、研究部でプロセスの全面的な刷新が進められたんだ。最新の検査では診断と治療の機能が統合されて、医療カプセルで横になるだけで良くなったんだ。寝ている間に医療カプセルが俺たちの精神的ストレスを解放して、普段抑圧されている感情を取り除いた上で精神状態を正常にしてくれるらしい。少なくとも不眠症には効果ありそうですね。まあ俺たちには解決すべき精神的な問題なんてないと思うけどね。そうですね。何かトラブルに巻き込まれる可能性の方が高い気がします。それはどういう悪い予感がするってこと？しませんか？大丈夫さ。この設備はもう何度もテストしてるんだから。そうだといいんですが。では始めちゃいましょうか。ここはあれ、あなたってやっと目を覚ましたんですね。また私が増えた。私はもうこの世界で必要とされてないってことなんじゃ。あんたたち何なの？原罪？原罪だなんて傷ついちゃうじゃないですか。私のことは語り部とでも思ってください。お二人ともフランカーの夢の世界にようこそ。夢？道理で万能感があるわけね。いや、そんな説明で納得するわけないでしょ。そういえば検査を受けに来たはずじゃ。もしかして罠だったんですか？クローンの素材にされてしまったってことですか？寝ている間に医療カプセルが俺たちの精神的ストレスを解放して、普段抑圧されている感情を取り除いた上で精神状態を正常にしてくれるらしい。ナビゲーターさんの声。何これ？放送？どこから聞こえてるわけ？なんかゾワゾワするんだけど。夢の中だと言ったでしょ。当然心の声ですよ。心の声。手短に説明しますね。私たちは本当のフランカーではなく、彼女の一部、精神状態そのものだと思われます。そういうこと。つまり夢が覚めれば全て終わるってことね。だったら意識がはっきりしてる間に夢の中で好き放題やっておかなくちゃ。待ってください。じゃあ夢から覚めたら私たちはどうなるんですか？死んでしまうってことですか？死後のことは死んでから考えればいいでしょう。そんな。一晩で生まれて一晩で死ぬなんて。まあでも私にはこんな意味不明な死に方がお似合いってことですかね。私たちの存在は無意味などではありません。少なくともこの高等無形な設定を受け入れ、私の発見を邪魔し続けてきたあなたなら理解しているはずです。へえ、私に言ってるわけ？ほんとうるさいんだから。彼女みたいなマイナス思考を先に追い出すべきじゃないの？私は中立的な語り部です。
あなたのような邪悪な悪魔とは違います。これって明らかに適者生存の戦いでしょ。そんなこと言っても彼女の絶望が増すだけだと思うけど。それとも彼女の絶望を味わいたいわけ？あなたの方がよっぽど腹黒じゃないの。私はあなたがマイナス思考を騙して私との戦いに巻き込むことを心配しているだけですよ。思い出しました。これは医療カプセルが構築した夢の世界なんですよ。そして私たちは勝ち残った者だけが生き延びることができるんです。思い出したんならまずあんたが死んでよ。わあ！どうして私を攻撃するんですか？適者生存って言ったでしょ。どっちかが死んでどっちかが生き残るしかないのよ。武器を取って私に勝つわずかな可能性にかけるか、それとも殺されるのを待つか、選びなさい。私たちは互いに競争関係にあるの。語り部だってそこは否定してないでしょ。どうしてそんなことに。生き残るためにあなたたちを滅ぼすだなんて私にはできません。そんなことは当たり前よ。まったく腹が立つ。まるで自分が勝つみたいに同情してくれるじゃないの。だったらナビゲーターに決めてもらいましょう。ナビゲーターに？彼もまたこの世界にいます。私たちのうち誰が生き残るのにふさわしいのか彼に決めてもらうというのはどうですか？なんでそんなことを。あなたが同意しないのなら私はマイナス思考とともにあなたと戦います。一人一日ずつ誰が彼にふさわしいか比べてみようではありませんか。いいわ。私が一番彼とイチャイチャしてみせるから初日は私がもらうわ。バカな提案をしたことをせいぜい泣いて後悔することね、負け犬ども。これが夢の中なのか。まさか明晰夢が見られるなんてな。貴重な体験だ。でも俺の精神的ストレスや抑圧された感情はどうやれば解消できるんだろう。何の説明もなかったけど。ここにいたんですね、ナビゲーターさん。フランカー？妙だな。まさかフランカーが俺の精神的ストレスってことなのか？つまりこのフランカーを消滅させなきゃいけないと？ナビゲーターさん。君が俺の精神的ストレスなのか？私が？どうしてそう思ったんですか？違いますよ。私はフランカーでしょ。どういうわけか私たちの夢が混戦しちゃったみたいですね。そうだっていう証拠はあるのか？そうですね。通感覚を使ってみたらどうですか？私とつながればすぐにわかることでしょ。通感覚を通じてナビゲーターさんへの気持ちだって確認できるし。確かにフランカーで間違いない。そうですよ。ナビゲーターさんに嘘つくわけないでしょ。でも俺の知ってるフランカーはそんな話し方はしないはずだぞ。実は夢の中では普段のストレスを解放してるんです。だからこんな風になっちゃうんですよ。今はともかくナビゲーターさんが夢から出た後もこのことを覚えていたら私のことは秘密にしておいてくれませんか？
その話はここを出てからにしよう。ここを出る方法ならもう見つけてありますよ。夢が混ざってから解決まで展開が早すぎないか？今日一日だけ私と仲良くして残る2日間は逆に私に冷たく接すればここから出られますよ。なるほど。どうやら本当に俺の精神的ストレスじゃないみたいだな。抑圧されている感情かもしれないでしょ。フランカーに対する妄想とか。ありえないだろう。だいたいどうして今日だけ仲良くして後の2日は冷たく接する必要があるんだ。俺はそんな人の気持ちをもてあそぶような人間じゃないつもりだけど。なんだ、そんなに驚いて。そこまで驚くようなこと言ったか？違うとでも？この前のバレンタインは私に冷たくしてたじゃないですか。他のことはあんなに仲良くしてたのに、全然私に対して冷たくしてるでしょ。ナビゲーターさんが他の子のサポートで忙しくしている間、私は何も知らされないまま放置されてたんですよ。問題が解決した後も簡単な説明を聞かされただけだったし、私には手伝ってくれの一言もなくて、私だって真剣にラブレターを書いていたのに、回答も私のラブレターは盗みに来ないし、ナビゲーターさんですら回答と対決するときに私を頼ってくれなかったじゃないですか。違うんだフランカ。話を聞いてくれ。実は君のそういうところがいいんだよ。正直なところずっと大変だったんだ。どこに行ってもその度いろんなトラブルに巻き込まれて、みんなの役に立てるのは嬉しいけど、たまに疲れてしまうこともあってさ。そういう時は君たちの姿を見るとほっと安心できるんだ。君たち？ああ。君とギアの姿さ。多分フランカーなら絶対に安全っていう気持ちがあるんだろうな。そう、それなら許してあげてもいいですけど、だったら早速イチャイチャしましょうか。やっぱりその話題からは逃げられないのか？話をそらそうとしても無駄ですよ。目を閉じて。これはここから出るためには避けられないことなんですから。いでで。何のつもりだよ。これは私に嘘をついた罰です。さっきあなたが言った君たちって私とギアのことだけじゃないでしょ。気づかれてたのか。そんなにバレバレだったか？聞いた瞬間に分かりましたよ。でもさすが私、冴えてますね。これあげます。これは私が用意したブラジャーですよ。いや、なんでこれをくれるんだ？心配しないでください。未使用ですから。それともそれじゃ残念ですか？俺にはそういう趣味はないよ。そうなんですね。そんなことで落ち込まないでくれ。いいです。ただそれは預かっておいてください。そして3日目の夜に私を見つけて私にそれを返してあげてください。そんなことして一体何の意味が？そ
その時になったらわかりますよ。あなたはまだまだ私が期待するほどの親密さを示してくれてない。キスだけじゃ全然足りないんです。落ち着ける場所を見つけてから改めて話をしますね。行きましょう。まずは今晩休む場所を探さないと。つまりあなたもナビゲーターがどこに行ったのか知らないということですか？そうそう、彼ったら突然アップみたいに足の裏からジェットを吹き出してどこかに飛んでいっちゃったの。私もマイナス思考も全く情報がつかめないんですが、わざと我々から彼を隠してるんじゃないですか？知らないわよ。それはあんたたちの不手際でしょ。最後のあがきというわけですか。あなたのことです。ちゃんと体を休められる場所を探せばおのずと見つかるでしょう。もっと言えば彼には一番豪華な建物を案内しているはずです。彼が困らないようにできる限りのものを与えようとするはずですからね。当たりですか？好きに捉えればいいわ。怒っているのですか？つまんない女ね。もう行くわよ。自分に負けるというのはさぞ面白くないでしょうね。どうってことない。どうせ今日もあんたの出番はないんだから。あのグズがナビゲーターのところに行くんでしょ。あなたの思うような結末にはなりません。しっかり見ておくことです。フランカー、おーい、フランカー。おかしいな。外出してるのか？少し待ってみるか。その間に、そうだな。昨日の残りで朝食を作っておくか。もう1時間か。まさか何かあったんじゃ。よし、メモだけ残して探しに行ってみよう。ここは本当に不思議だな。洋館の周囲は雪が降ってたのに、区画と区画の境を過ぎると環境がガラリと変わるなんて、夢を見ているせいか？ここはダニューブの市街地か。フランカー、いないのか？ここじゃないのかな。ここはシーサイドパラダイスか。フランカー、どこにいるんだ？このエリアにもいないのか？ここが最後だな。まさかここに隠れてるなんてことは。でもどうして俺を避ける必要があるんだ？
しいです。ただそれは預かっておいてください。そして3日目の夜に私を見つけて、私にそれを返してあげてください。3日目に見つけるように言ったくせに2日目には姿を消すなんて。見つけたぞ。私のことなんて探しに来るべきじゃないのに。どうして俺を避けるんだ。せめてきちんと説明してくれないか。フランカーはもう人畜無害じゃないからです。存在する価値もなくなったんです。今回私が引き起こした事件はあなたに大迷惑をかけたはずです。すでに心の避難所とは呼べません。価値のないものは消えてしまうべきなんです。おお、どうしたんだ。まるで人格が変わったみたいじゃないか。まさか事故の抑圧された感情を解放するってこのことなのか。迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい。わざわざあなたの時間を使わせてしまって、なんてお詫びしたらいいのか。私なんてこのまま消えてしまえたらどんなにいいでしょう。彼女の言う通りかもしれませんね。私はリサイクル不可のゴミ、誰にも必要とされない参拝なのです。ですが存在価値をどうこう言うなら、モブなんてみんな存在価値はないのかもしれないですね。なので。ちょっと待ってくれ。一度にわっと話されても困るよ。やっぱりそうですよね。やっぱり私ってあなたに迷惑をかけてしまうんですね。私はそういう人間なんですよ。私ったらまた余計なことを。嫌な思いをさせてしまってごめんなさい。朝ごはん作ってあるんだ。食べるか。食べます。まさかあなたのような人が自ら朝ごはんを用意してくれるなんて。私ってばなんて罪な子なんでしょうか。どうして突然ニヤニヤ笑い始めたんだ。ごめんなさい。つい嬉しすぎて。私はやはり床で食べた方がいいでしょうか。ちゃんとテーブルで食べてくれ。もう少ししたらさっき通った場所をもう一度調べてみるつもりなんだ。一緒に来るか。それとも留守番してるか。一応言っとくけど今回は好き勝手に出歩かないでくれよ。私も行きます。そうだ、渡したいものがあるんです。またか。これは履いてない下着ですので預かっておいてもらえないでしょうか。そして3日目の夜に私を見つけて私に返してください。またそれか。一体何のつもりなんだ。わざとですね。何が？わざと1日前に私を探すようにとナビゲーターに強調して、同時に私には冷たく接するように伝えたのですね。あなたは彼が私に冷たくするはずがないと知っていた。そうすることでフランカーが存在していることが強調されるというわけです。消えたのではなく、
この世界のどこかにいると、あなたの目的はナビゲーターにマイナス思考を発見させることですね。あなたがそんなに優しいとは思いませんでしたよ。考えすぎよ。私は本当にあんたたちのことが嫌いなの。他人を勝手に美化しないでくれる？鳥肌が立つわ。では、そういうことにしましょうか。言いたいことがあるなら言ってください。どうして服を着替えたんだ？それは、私が着ている服が私が誰かを証明しているからでしょうか。深いことを言うね。だったら水着なのはどうして？あらゆる意味で水着に最も発言権があるからです。ですが、今日はそんな話がしたいのではなく、ナビゲーター、この2日であなたに預けたブラジャーとパンツを渡してもらえますか？今日の夜まで待たなくていいのか？はい、今すぐ渡してください。どうかしたのか？いえ、何でもありません。昨日の夜にどこかぶつけたんだと思います。頭が少し痛いだけです。指揮室から薬を取ってくるよ。休んだ方がいい。大丈夫です。よくある症状ですから。まずはこの夢の世界から出ることが先です。これは私の髪飾りです。他の服と一緒に私に渡してください。分かった。ちょっとだけ待っててくれ。私の頭の中で騒がないでください。私はナビゲーターに私たちの誰かを選択させると言いました。でも今は考えが変わったんです。ナビゲーターに私たちのうち誰かを諦めさせるなんて残酷だとは思いませんか？何も知らせないまま彼に私たちのうちの2人を殺させるなんて、ナビゲーターが私たちの抱える問題について知れば間違いなく解決策を探してくれるでしょう。でも私は何でもかんでもナビゲーターに頼るのは嫌なのです。フランカーが自らの欲望を断ち切って汚れのない聖人になる必要がどこにありますか？だから私は全てを元通りにするつもりです。私たち3人の代表を統合して本当のフランカーに戻るのです。取ってきたぞ。ありがとうございます。では少し待っていてください。上のフロアで着替えてくるので。着替えるって、その服に着替えるつもりなのか？ええ、もちろん。みんなに置いていかれたくはないですから。ああ？どういう意味なんだ？フランカー？どうかしたのか？ナビゲーターさん、体が言うことを聞かないんです。助けてください。イチャイチャしましょう。私には決してそんなつもりは。小悪魔さん、おとなしくしなさい。うるさいうるさい。私たちが完全に一つになる前に言いたいことは言わせてもらうから。ナビゲーターさん、自分の口が言うことを聞いてくれません。ああ。やったわ。やめて。
ナビゲーターさんに私の貧弱な体を見せる気なんですか？どれだけ悪あがきをしようが私たちの結末は変えられないんですよ。黙りなさいよ、この嘘つき！服が勝手に…違う、私が脱いでるんじゃありませんよ。助けてください。もう怒ったわよ。暴れないでください。この医療カプセル絶対におかしいです。どうして性格のいろんな面を精神的ストレスとして扱うんですか？邪悪すぎますよ。まあトラブルがなくてよかったよ。研究部にはすでに報告してある。医療カプセルの普及は中止だそうだ。非人道的すぎます。そういえばインカスタイルのスイーツ店が新しく開店したらしいよ。一緒に行ってみないか？時間ないかな？行きます。でもナビゲーターさん、この夢のことみんなには絶対内緒にしてくださいね。うん、俺たちだけの秘密にしておこう。みんなに置いていかれたくはないですから。もしかしてまさかな。ほら、ここで横になって私の太ももの上に頭を乗せてください。今からぐっすり眠らせてあげますからね。何も考えちゃダメですよ。心配事なんて全部捨てちゃってくださいね。全部私に任せちゃえばいいですから。しっかり体を休めてあげましょう。ちゃんと疲れをとってもらわないと私がお世話してもらえないですからね。誰も邪魔しに来たりしませんし、あなたを不安にさせる知らせも来ませんよ。次にあなたが目を覚ますまで私がずっとそばにいてあげますから。じゃあ始めますよ。まずは左耳から攻めちゃいますね。そーっとそーっと。何かしてほしいことがあれば何でも言ってくださいね。あれれ、ナビゲーターさん、耳元でささやかれるのが好きなんですか？だってさっきから私が耳元でささやいたり耳に息を吹きかけたりするたびに耳元がピクピクしてるみたいですよ。嫌がってるのかと思って心配しちゃったじゃないですか。じゃあ続けましょうか。夜はまだまだ長いですからね。私
私とこうして過ごすのが癖になる。